今回は、白についてまとめたものを解説していきます。前回のクロスギアが非常に好評だったのと、コメント欄で白についてもまとめてほしいと、リクエストをいただいていたので、そのご要望に応えさせていただきました。ありがとうございます。白と聞くと懐かしいと感じる方も多いかもしれませんが、できるだけ細かく解説していくので、ぜひ最後までご視聴ください。それじゃあ、早速参りましょう。白、クリーチャー、呪文、クロスギアに続く、第4のカードタイプとして、2008年12月に登場したのが白です。白とは、自分のシールドが1枚でもあれば、それに重ねて要塞化することでプレイします。逆にシールドが1枚もない場合は、白をプレイすることができなくなります。ちなみに要塞化とは、コストを支払って白を指定したシールドの上に出すことを言います。白をプレイする際のキーワード能力のことなので、クリーチャーを召喚、呪文を発動、クロスギアをジェネレートと同じ意味だと思ってください。話を戻しますが、続いては白のプレイ手順についてです。白のプレイ手順は他のカードと同じです。手札から使用を宣言して、左上のマナコストを支払って要塞化します。そして要塞化した白は、指定したシールドに重ねているだけなので、シールドが増えたわけではないのでご注意ください。そして要塞化している間、あらゆる効果を展開するのが白の特徴です。例えば要塞化している間、相手のパワーをマイナス1000するローズキャッスルや、自分のクリーチャーのパワーを上げて、さらにブロッカーを与えるセイントキャッスルなどがあります。では要塞化した白を破壊するにはどうしたらいいのか？これについては、基本的にはブレイクになります。要塞化したシールドがブレイクやシールド焼却によって、シールドゾーンから離れた時、要塞化して重ねていた白は墓地に送られます。もしここでシールドトリガーだった場合は、それを使ってから白を墓地へ置きます。つまり要塞化している状態でなければ効果を発揮しない白を、いかに相手のブレイクから守るかが重要になるわけですね。しかし逆に言えば、相手のブレイクを誘発するためにも使えますね。そういったトリッキーな使い方もできます。以上が白に関する概要となります。ここまではほとんどの方が知っていた内容かもしれません。続いては、白に関するルールの説明となります。意外と知らないこともあると思いますので、よくご覧ください。白のルール、細かいルールはたくさんありますが、今回は基本的なルールのみ解説していきます。まず大前提として、要塞化している白はシールドカードではありません。なので白を要塞化したところで、シールドの枚数が増えるというわけではありません。そして要塞化したシールドは、シールドゾーンにある表向きのカードとして扱われます。これどういうことかというと、例えばシールドゾーンにある表向きのカードを参照するカードが使用された時、要塞化した白も対象にできるよっていうことです。例に出すと、シールドゾーンにあるカードの枚数を参照するゲオスなどは、白も1枚としてカウントしますが、ソウルアドバンテージなどの、シールドの枚数を参照するカードの場合は、白をカウントしません。よろしいでしょうか？ここ意外と勘違いポイントかもしれませんね。続いては要塞化のルールとなります。紙のデュエマはデュエプレと異なり、同じシールドに何枚も白を要塞化することができます。これも意外と知らない人多かったのではないでしょうか？ただ同じシールドに複数の白を要塞化すると、口述するデメリットが生じてしまいますので、要塞化する際は注意が必要なんですよね。続いては先ほども言った通り、要塞化したシールドがシールドトリガーだった場合、シールドトリガーを使用してから白を墓地に置きます。シールドトリガーを使う前に墓地に置くと、そのシールドトリガーは使えなくなるのでご注意ください。続いてはコメントでも最も質問が多かったこちら。大型の城が持つ、この城をつけて要塞化したシールドが、他の城によって要塞化されていなければ、そのシールドが相手のクリーチャーにブレイクされるとき、代わりに他のシールドを1枚手札に加えても良い。この効果ですね。これがよくわからないって人非常に多かったのですが、これはシンプルに身代わり効果なんですよね。ブレイクされたら破壊される城の弱点を、この身代わり効果によってブレイク先を他のシールドに移すことができます。ただその条件として、この城がついているシールドに他の城が要塞化されていないこと。これが重要になってきます。つまり図で表すとこんな感じ。相手のクリーチャーが要塞化しているこのシールドのブレイクを宣言してきたとき、先の効果が記載されている城の場合は、ブレイク先を移すことができます。ただ同じシールドに2枚以上の城を要塞化していた場合は、この効果が無効になるため、ブレイク先を移すことができなくなるわけですね。
あくまでこの効果で守れるのは自身のみであり、他の城を重ねることで効果を掛け合わせることはできないというわけです。なんとなくご理解いただけたでしょうか？よく考えるとそんな難しいことは書いてありません。繰り返しになりますが、この効果はただの身代わり効果なのです。そしてその発動条件は、他の城が同じシールドに要塞化されていないこととなります。ちなみにこの効果はブレイクのみ有効であり、カードの効果や、シールド焼却などの置換効果などには無力となります。以上が城に関する基本的なルールとなります。その他には特定のカード効果の処理によって生じる問題点など、そういった細かいルールが存在しますが、今回は割愛いたします。調べればすぐ出てきますので、そのケースに遭遇した際にお調べください。さて、続いては城の歴史について簡単に解説していこうと思います。城の歴史。城が初めて登場したのは、2008年12月のバトルララクシー第3弾。意外にもバトルララクシー最初から登場していたわけではありませんでした。そして登場した城の強さといったら、クロスギアとは異なり、環境に少なからず変化をもたらす強力なカードがありました。要塞化している間、自分のクリーチャーは必ずバトルに勝つ。みんな大好きシルバーグローリーをはじめ、自分のクリーチャーを出した時ドローできる。自然文明でありながら強力なドローソースとなったハッスルキャッスル。要塞化している間、相手のクリーチャーを全て戦する。ファイアバード大好き小学生殺しのローズキャッスルなど、環境をぶち壊すまで廃棄ませんが、そこそこ使えて強かったのが城。有料カードだったんですね。そして登場時は忍びとの相性の良さが注目され、ハッスルキャッスルとセイントキャッスルを合わせた、鉄壁の忍びデッキが少しだけ流行りました。また、当時猛威を振るっていた、パーフェクトギャラクシーのシールドフォース。これを城の身代わり効果で守れてしまう相性の良さから、ピン刺しで使われることもありましたね。こんな感じである程度活躍してきた城ですが、結論から言うと城はどんどんと影が薄くなり、挙句の果てに海底鬼面城以外はほぼいない子になってしまいます。その大きな理由は2つあって、1つは環境についてこれなくなった点と、もう1つは新たなカードタイプの登場です。前者のインフレについては仕方ない面もあります。インフレが進んだ樹までは、数ターンでシールドが吹き飛ぶことがザラで、そんな環境でのんきに城を張っている場合ではなくなりました。そして後者の新たなカードタイプといえば、フォートレストフィールドとなります。詳しい解説は省略しますが、要はシールドではなく場に出す新たな拠点系のカードであり、城よりも強くて破壊されにくいカードなのです。こうした新たなカードタイプの登場、そしてこちらのプッシュにより、城の新規収録が著しく少なくなってしまったのです。こうして、どんどん影が薄くなっていき、今では過去のカード扱いされてしまう始末、かなり影が薄くなってしまった城ですが、しかしクロスギアと異なり、登場初期から比較的使われてきたカードであり、海底鬼面城に至っては殿堂入りの栄光を手にしました。なので個人的に残念カードではないと思っていますが、いかがでしょうか？もし今後のデュエマで城が再プッシュされることがあれば、その時はまた城が活躍してくれることを願っています。以上、城について解説しました。いかがだったでしょうか？個人的にはセイントキャッスルが好きでしたね。小学生ながら、にマナで書いてあることやばくね？って一人で盛り上がっていたことを覚えています。皆さんの城エピソードもよかったらコメントで教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。